皆さん、こんにちは。まなみです。今回は毛穴下地の比較検証をしていこうと思います。まず一つ目がこちらの毛穴なでしこ毛穴かくれんぼ下地。こういったピンク色のムース状の下地です。K パレット毛穴消しプライマー01番のクリアで、こういったバームのような下地です。あとセザンヌの毛穴レスコンシーラー。普通の下地みたいなテクスチャーの毛穴下地で、フジコの毛穴おだまりクリーム、毛穴下地ファンデーションということで、こちらは大人気の商品なんですが、色が濃いめで、ムース状のタイプなんですが、しっかりスパチュラもついております。あとキスミーフェルムの毛穴レスポイントベース。これも普通の化粧下地のようなテクスチャーになっていて、これがですね、エトゥセのポアレスプライマー。これは液体みたいな形で、ブラシタイプです。最後がハーバーの毛穴ツルツルマットベースなんですが、こちらの7種類を検証していきます。で、先にお伝えしておかないといけないなと思ったのが、私は普段毛穴下地は使わない派です。というのも理由が3つあって、1つ目が毛穴落ちするときってファンデーションが合わないことが多いなっていうのと、2つ目は塗った時は綺麗だなと思うんですけど、時間が経つとそんなに変わらないなって思ってくることがあるっていうのと、あと3つ目が塗ることによってパサつきが目立ってしまうものもあったりとかして、逆に汚くなってしまうこともあるなと思って塗らないんですけど、皆さんはどうでしょうか？毛穴下地を絶対に使うっていう方がいらっしゃるのか聞いてみたいので、ぜひコメントに残していただけたら嬉しいです。あともしお気に入りの毛穴下地などがございましたら、ぜひ教えてください。理由の1つ目のファンデーションが合わないから毛穴落ちするっていうのが、もしかしたら私だけと言いますか、私の肌、この毛穴の凹凸と似ている方だけかもしれないんですけど、ファンデーションでも毛穴落ちするものとしないものがあって、以前ベスコスとかでも上げたファンデーションとかだと毛穴落ちしにくいんですけれども、粉体が多いものは毛穴落ちしやすいなっていう感覚があるので、そういうものを避けたら結構綺麗に塗れるなっていうことが多くて、そういうものを使うことが多いです。なので毛穴下地はいらないかなって思うことが多いのと、あと塗った直後が綺麗っていうのは、やっぱり毛穴を埋めてくれているので、ファンデーションが塗りやすいなっていうのはあるんですけど、綺麗に塗れるファンデーションとかと比べるとそこまで変わらないかなって思ったりするので、毛穴下地を塗るっていう労力を考えたら、いらないかなって思うことが多くて、あと3つ目の塗るときにパサつくっていうのが、本当に物によってなんですけれども、ムース状タイプとかが少しパサつきやすいかなと思うんですが、ムース状の中でも、もうそのパサついたものがファンデーションを塗っても目立ってしまうっていうものだと、せっかくファンデーションまで塗ったけどもう一回やり直したいなって思ってしまうこともあるので、私は毛穴下地で隠すというよりは、日焼け止めとかで毛穴を埋めてしまったりとかするので、はい。ちょっと使わない派ですね。ということで早速一つ目の商品から塗っているところをご覧ください。どうぞ。ということで塗っていくんですが、今日が初日なので、日焼け止めと、あとファンデーションを塗っているところもお見せしていきたいと思います。本当は日焼け止めはこちらではなくて、無色透明のものを使った方がいいんですけど、最近紫外線吸収剤も少し痒いかなって感じることが多くて、今回使ってみたんですけど、痒くて10時間検証できなさそうだったので、最近使ってるこのキュレルのスキンリペア UV セラム SPF50PA3 プラスを使っていこうと思います。とりあえずすべて日焼け止めを先に塗ってから毛穴下地を塗っていきます。なのでアップでお見せしていきます。動画が長くなりそうなので、塗っているところをお見せするのは頬と鼻だけにしようと思います。一番毛穴落ちしやすくてテカりやすい部分なので、頬と鼻で検証をしていきます。はい、こんな感じで日焼け止めを塗りました。ということで本日はこの毛穴なでしことハーバーを使っていきます。まずこの2つから塗ってみます。色味はこんな感じで、毛穴なでしこの方は薄ピンク、ハーバーはベージュです。で両方ともムースタイプなんですけれども、とりあえずハーバーの方から塗っていきます。で実はこれを撮影するのが2回目で、毛穴なでしこに関しては撮影するのが4回目くらいなんですけれども、やっぱり私はこういうムースタイプの毛穴下地の方が好きだなって感じています。ハーバーをこちら側に塗りました。こうマットになるタイプなので、光の反射による毛穴の凹凸
っていうのは隠してくれています。ただムース状はどれもそうなんですけど、少しザラつきが出るんですよ。で、日焼け止めをもっとしっかり塗った時はこのザラつきがさらに目立ってしまうので、上からファンデーションを重ねればそこまで気にならないんですが、そういうデメリットはあります。ということで、毛穴なでしこを塗っていきます。でこの鼻とかざらついて白くなっているのが見えますか？これは透明の日焼け止めだとそんなに目立たないんですけど、色付きの日焼け止め、私の場合は紫外線散乱剤のみの日焼け止めを使っているんですけど、そういうちょっと白っぽいものとかを使うとざらつきが出やすいです。次にファンデーションを塗っていきます。なぜこのファンデーションを選んだかと言いますと、検証の初回はですね、オイルがしっかりと入っている保湿系のツヤタイプのクッションファンデを使っていたんですけど、やっぱりそういうのって痒くなりやすくて、マットの方が痒くなりにくいので、こちらを使っていきます。これでも少し痒くなるんですけどね、全然マシなので、これを塗っていきます。毛穴下地の良さを消さないように、軽めにファンデーションを塗っていきます。うわ、ちょっと塗りすぎちゃったかも。かなりざらついてしまいましたね。前検証した時はこんなにざらつかなかったんですけど、とりあえず10時間検証していきます。こんな感じで塗り終えました。パウダーはせずに検証していこうと思います。パウダーの力は借りず、下地でどれだけテカらないかっていうのを見ていきます。で、両方とも同じくらい下地で毛穴を埋められているので、塗りやすさ的にはほぼ互角です。ざらつきが出てしまったのが毛穴なでしこの方なんですが、皮脂が出てきたら目立たなくなってくると思うので、このまま10時間検証をしていきます。1時間半経ったらこんな感じで、ざらつきとかは落ち着きました。今の方が綺麗かなと思います。こちらは10時間後の動画です。で、頬と鼻はこんな感じなんですが、動画だとわからないと思いますし、あと肉眼で見ても本当にわずかな差なので、言われないと左右で違う毛穴下地を使っているってわからないくらいなんですが、体感こちらの毛穴なでしこを塗った方がテカリが少ないです。もうちょっと2、3時間前とかの方がわかりやすかったかなと思うんですけど、10時間経つとほぼ同じような感じになってきてしまいましたが、このあたりのテカリ方とかがまだこちらの方がマシだなって思うので、こちらの方がいいですね。ちょっとこれ撮り直しているので、私的に一番どれが好きかっていうのは分かっているんですけど、やっぱり毛穴なでしこは一番いいなって思ったので、こういう結果になってよかったです。ただ塗るときは結構ザラついてるように見えていたので、個人的にはこれが一番好きなのに綺麗に乗らないなっていうので、どうだろうなと思っていたんですが、持ちはいいので、ハーバーと比べても綺麗かなと思います。といってもハーバーも綺麗なんですよ。そんなにザラついたりとかはしていないじゃないですか。これがフジコとかになってくると少しザラつきが気になったりとかしてくるので、今日検証したのはトップ2です。1位と2位っていう感じで綺麗に保ってくれたなと思います。本日はセザンヌとキスミフェルムを半眼比較していきます。上がセザンヌ、下がキスミフェルムで、両方とも普通の下地みたいなツヤっとしたタイプなんですけど、セザンヌの方が軽くスルスルっと伸びる感じで、キスミフェルムの方がちょっともたっとしている、若干重めなテクスチャーです。それではセザンヌを塗っていきます。少し明るくなるんですよね。見た目は濃いめのベージュだったんですけど、私の肌だとのせると若干明るくなります。こんな感じでちょっとだけマットになるんですけど、私が使っている日焼け止めのツヤには勝てないので、さらっ
トはしません。セミツヤくらいになるっていう感じです。はキスミフィルムを塗っていきます。やっぱり両方ともしっとり系なので、ムース状の毛穴下地と比べるとザラつきは全然少ないです。鼻は角栓とかを拾ってしまいますが、ファンデーションを塗ったら隠れると思うので、これで検証していきます。で、ツヤ感はやっぱりこちらの方が強くて、保湿感もあるなっていう印象です。と2つ、今の状態だとセザンヌの方が綺麗かなと思うんですけど、ファンデーションを塗りますね。ファンデーションを塗り終えました。こんな感じで、両方とも綺麗に塗れました。この小さい毛穴で若干埋まっていない部分が2箇所ほどかなあるので、そう考えるとセザンヌの方がしっかり埋まっているかなと思います。ファンデーション塗ってもやはりこちらの方がツヤっとしているかなと思うんですけど、そんなに見た目的には変わらないので、テカリ方などを見ていこうと思います。とりあえず今のところ両方ともとっても綺麗です。こちらは10時間後の動画です。セザーヌの方がテクスチャーも軽かったので、こちらの方がテカらないかなと思ったんですけど、キスミフィルムの方がテカっていません。今見ると結構テカテカに見えてしまうかもしれませんが、iPhone で撮った動画を挟めたら次にお見せしますね。こんな感じでテカリ方に関してはキスミフィルムの方が抑えられていていいなと思いました。ただ、こう近くで見てみるとこの毛穴のところが白くなっていて、毛穴落ちっていうよりは角栓に溜まるような感じになっていると思うんですけど、ちょっと今触ってみてもいいですか？まあでもちょっと毛穴落ちはしていますね。ただそう考えたらこちらはよれているんですけど、毛穴落ちはないので、まだセザンヌの方がいいかもしれません。まあこれよりは毛穴なでしこの方が好きなので、この2つはそこまでおすすめっていうほどではありません。それでは本日はフジコと K パレットを塗っていきます。フジコはスパチュラがついているので衛生的に取ることができます。こんな色なんですが、結構濃いめに見えるんですけど、肌にのせたら馴染むので最初は驚いたんですが、全然普通に使えました。こちらムース状なんですが、K パレットの方はバームタイプで爪で削りますね。こんな感じなんですよね。かなりしっとりする感じはあります。ということで、フジコを塗っていきます。おそらくなんですが、日焼け止めとの相性が悪くて、毛穴落ちするんですよ。ファンデーション塗ったらそこまで目立たなくはなるんですけど、普通に毛穴落ちしてしまうので、かなり人気の商品なんですが、私の中ではそんなに合わないのかなって思った毛穴下地です。反対側に K パレットを塗っていきます。K パレットなんですけど、この前検証を撮影した時は、オフだけを取って塗っていたんですけど、今日は爪でえぐって塗ってみたんですね。そしたら、前回より結構マットになった感じがします。上の部分は油分が多かったのかなと思うんですけど、これえぐって使った方が良さそうです。前回は普通にテカったんですが、もしかしたら感想が変わるかもしれないので、楽しみになってきました。ということで、ファンデーションを塗っていきます。塗ってみましたが、毛穴下地を塗っていた時よりは綺麗に見えますよね。今鼻の毛穴を埋めてみたんですけど、白く毛穴落ちしている部分は少し見えますが、遠く離れてみたらわからないと思います。こちらは結構毛穴を埋めてくれて塗りやすかったので、使いやすかったです。なんか適当にパーってファンデーション塗るだけで毛穴が埋まって、私は右利きだからなのか、この左側を塗るときって結構大変で、毛穴を隠すのも大変なんですけど、これは一気に隠れたので、ちゃんと毛穴を埋めてくれる効果があるんだなって思いました。ただ、ムース状の毛穴下地のように結構マットになるっていう感じではなく、少しツヤ感も残っているので、今日も10時間検証してテカリ方とか毛穴落ちとかを見ていきたいと思います。10時間が経過しました。
左右で比べてみると、塗った時もお話ししたようにこちらの方がテカっていません。角度を変えてみると分かりやすいかなと思うんですけど、こちらの方がテカっていないですよね。鼻とかもちょっとよれたりはしていますが、頬の部分はそんなによれはなく、毛穴落ちとかもしていないので、かなり綺麗だなって思います。フジコもそんなに汚くならず、毛穴落ちが悪化したりもしていないんですけれども、テカり方で言うとこちらの方が綺麗なので、K パレットの方がいいかなと思います。K パレットは前に検証した時はかなりテカってしまったんですけど、爪で削って乗るとかなり持ちは良くなるなと思いました。本日はエテュセを使っていくんですが、以前試した時にこれが一番汚くなってしまって、おそらくすごくマットになるので、その上からマット系のファンデーションを重ねてしまったのが原因なのかなと思うんですけど、今日最終日でこの1本だけを検証する予定なので、半眼ずつ方法を変えて塗ってみようと思います。こちら側は先に下地を塗って、こちら側は最後にこれを塗るっていう感じでやってみますね。こういうブラシタイプで白い液体なんですが、これを本当はブラシで塗るんだと思うんですけど、ブラシが汚れるのが嫌なので指に取って塗り広げていきます。これはかなり粉体が含まれているみたいで、その粉体が多すぎるせいでザラザラになるのかなと思っているんですけど、結構汚くなってしまったんですよね。乾くとすごくマットになる感じなんですけど、毛穴を埋める効果っていうのはないかなと思います。ただ表面がサラッとするっていう感じです。塗っていない方と比べるとこんな感じで、触るとサラッとしています。ツヤっとしていますが、これも触ると全然サラッとしているので、この上にファンデーションを塗っていきます。今日は結構綺麗に塗れているかもしれません。でも白くザラついてしまうところはありますね。私の肌だとそんなにマットなものを重ねるっていうよりは、最後のパウダーとかでサラッとさせた方が綺麗に仕上がったりとか、あと肌に合っているなっていうのは感じるので、あんまり下地でサラッとしすぎるものを使うと汚くよれたりしてしまうんですよね。こちら側に上から塗ってみます。ファンデがよれないか心配なんですけど、やっぱり液体をのせてペタペタ触ってしまっているので、先ほどよりはちょっとよれたかなっていう感じはあります。ただ人と対面する距離であればそんなにわからないなと思うので、このまま検証していきますね。もう少しだけ塗ります。でも本当にパウダーをしたかのようにサラサラになりますね。こんな感じで結構マットになりました。ちょっとこの辺りとか光ってるところはあるんですけど、ちょっとよれているなっていう気がするので、このまま検証していきたいと思います。こんな感じで、こことかはフィルターをかけたかのようにかなりマットになって、毛穴の凹凸も目立たなくなっています。こちらはエテュセの10時間後なんですけど、やっぱりザラつきが目立ってしまったりとか、そんなに綺麗ではないなぁと思ったので、私の肌に合っていませんでした。ただマット感はこれが抜群で良かったです。本日は毛穴なでしことKパレットを比較していくんですけど、どちらもいい商品なので、同じ日に試してどちらの方が持ちがいいのかを見ていきたいと思います。こちらは毛穴なでしこを塗っていきます。で、右側が K パレットです。こんな感じで、マット感はやっぱり毛穴なでしこの方が強いです。ただ、ザラつきとかはこちらの方が出ていないので、この上にファンデーションを重ねていきます。ここは皮むきしているのでザラザラなんですけど、気にしないでください。今日は軽くパウダーを重ねておこうと思います。出かけるので、テカテカなままではいられないということで、重ねていきます。パウダーまで塗り終わりました。こんな感じで、やはり毛穴なでしこの方はザラついているので、K パレットの方が綺麗な仕上がりだなって思います。ということで、10時間後にまたお会いしましょう。で、10時間後を比較してみると、やっぱり K パレットの方がテカっている部分が狭くて綺麗でした。ちょっと本日はですね、この K パレットで
こんな大きい毛穴が隠れるかを見たくて撮影をしております。この辺りに大きい毛穴があるんですけど、ここにいい感じですね。ちょっと今日はパウダーファンデを使いたいので、一箇所だけ塗ろうと思っていますが、隠れました。毛穴を埋めるのにもしっかりと使えます。今一度落として、K パレットの下地をこちら側だけに重ねたんですけど、パウダーファンデが綺麗に乗るのかも見てみたくて、左右で比較してみようかなと思っております。やっぱり鼻の毛穴とかは下地を塗った方が全然綺麗ですね。明るいかな。特に鼻がかなり綺麗に塗れました。こちら側は今毛穴がかなり見えてると思うんですけど、日焼け止めのツヤとか皮脂とかと混ざってくると目立たなくなってきますが、下地を塗った方は最初から目立たないのでいいですね。鼻の毛穴までしっかり隠したいっていう時はこの K パレットの下地と合わせてみようと思います。ここまで7つの毛穴下地の検証をご覧いただきましたが、私の中の一押しは K パレットです。毛穴なでしこが一番かなと思っていたんですけど、この商品をえぐって使うっていう使い方をしたら一番良くて、保湿成分も入っているので塗ってもザラザラしないですし、でも適度にマットにしてくれて、で、持ちも良かったです。最初使った時は表面をこのように取ってから塗っていたら良さがわからなかったんですけど、爪でこうぐさっと取ってから塗ったら乾燥が180度変わるくらい良かったので、気になる方はぜひ試してみてください。私は爪でえぐって使っていますが、衛生的に使うのであればスパチュラなどで適量を取ってから塗るのがいいかなと思います。ただ、こちらはですね、4g なんですよ。毛穴なでしこは 12g なんですね。3倍の量が入っているって考えると、こちらもおすすめかなって思います。ただ塗るときにザラつきが出やすいので、マットすぎるファンデーションとは合わないかなと思います。この K パレットの方はおそらく何にでも合うかなっていうくらい、ザラつきとかはないので、かなりおすすめです。口コミを見たときにあまり評価はそこまで良くなくてどうなんだろうなと思っていたんですけど、多分皆さんえぐらずに使ってらっしゃるのかなと思うので、これを試したいなって思っている方はえぐって使ってみてください。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。